いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回はこちらの刺し子糸の見本帳をパラパラしていく動画を撮ろうと思っています。よろしくお願いいたします。やっと完成いたしました。こちらの。今日ね、ちょっと光っちゃって申し訳ないんですけど、こういうふうにね、角度つけながらね、見ていただこうかなと思っていますので、その点だけどうぞご了承いただければと思います。この見本帳をねパラパラしていくんですけれども、なんでこれ作ろうと思ったのかとか、あとこれ作るにあたって使用したものとかを紹介して、でその後にパラパラしていこうかなと思います。ではきっかけですね。これね作ろうと思ったきっかけ、もともともうとにかく刺し子糸が増えますよね。増えまして、で私そうだ、リンク貼っておきます。前になんか糸の収納をこんな感じにしてますっていう動画もね投稿させていただいたことはあるんですけれども、ボックスにドーンって入ってるんですよ。でそうなるともちろんその箱の中をね見ていけば、この糸とこの糸今回これにしようかなとか分かりますけど、まあなんかしっかり把握しきれるかっていうとそうではない。私そこまで分別なんていうかな、分類もしてなかったんですよ。ここはどこどこの糸、これはどこどこの糸みたいなこともないから、とにかくあの箱の中を見れば、あのボックスの中を見れば、とにかく糸があるから、それを見て次何の糸にしようかなっていうのを見たりとかしてたんだけれども、もうとにかくねそれにも限界が来ましてですね、見やすいようにしたいなっていうのはずっと思っていたんですね。それでどういう風なまとめ方をしたらいいかとか考えてたんですよ。で考えててなかなかそれで決めきれなくて、ずっとそのままなっていたっていうことなんですよ。でやっと今見ていただいてるこれにまとめました。でこれ後でどういうものを使ったのかっていうのはまとめてお話しますけれども、ダイソーさんの6リングファイルだったかな。でこれよくこれを私文房具関連の動画をよく見ることがありましてですね、こういうのにその手帳を私はしないんですけれども、デコる時の素材をまとめて収納してるとか、そういうのでこれをねよく使われてる方のね動画を見たりとかしてたんですよ。だから私もなんやかんやでやってたんですよ。ちょっとすいません、脱線しましてね脱線しまして、それをちょっと言ってみると、例えば同じファイルだったらこれは私はシステム手帳、ごめんなさいビーッと音がしちゃいますけど、システム手帳のミニロック使ってるので、それのリフィルをこれに入れてたりするんですよ。これに入れてて、で使う時ここから取ってみたいな感じで、これがそのリフィルの見本帳みたいな感じなんですよ。この中に全部まとめて入れてるのもあるんですけれども、分厚くてまとめきれないものは別なところに収納はしていて、ここには56枚は入れていて、なくなったらとにかくここから取るみたいな感じにして、でここがなくなったら追加するみたいな感じにしていて、でこれを見ていくと自分がどういうミニロックのリフィルがあるかっていうのを全部わかると、この中にしまっておくっていうのをやってたんです。これが例えばの一例で、あとは同じファイルではないんですけれども、これ英語なんですよ。英語のシステム手帳と同じここのね感覚なんですよね。だから英語のシステム手帳だって兼ねるわけですよ。これ私持ってるんですけれども、これこそほんとシールとか入れてるんですよ。フレークシールとかこういう風にしまってるもので、これをよく YouTube で私見てたんですよね。こういう風にしまってる方がいるから、これをまずやってみようって思ってこれをやってたんですよ。この辺とかも全部シールステッカーだったりするんですよ。
でこういうのが持っていて使ってたのがあってっていうのがもともとベースにあったので、そのあたりとそろそろ刺し子糸の見本帳を作りたいっていうのがね、なんとなくこう重なった時に、じゃあこれにすればいいんじゃないっていうことでこれにしてみました。もう透けて見えてるんですけど、こういう感じに作ってるんですね。で、作った理由はそんな感じなんですよ。とにかく見つけにくい、重なっちゃう、持っている糸をとにかく把握するためですね。でこれ把握しきれないとお店とかに行って糸を買おうと思った時に、あんまないですけど同じ糸の糸を買ったらね、あれこれ私持ってたみたいなこともなりかねないなって思ったんですよ。だからメーカーさんごとね、どこどこの糸はこれぐらい持ってるっていうのがこういうことでね分類しとくと把握しやすいかなと思ったんです。まずは持っている糸を把握するためっていうことと、あとは糸選びをしやすいっていうことですかね。ここのファイルを見れば私がどの糸を持ってるか全部わかるわけですよ。見本としてこういうふうに切って入ってるからわかるから、例えばこれをこうペラペラしながら次刺し子の付近作ろうと思った時に、この糸とこの糸の組み合わせにしようかなっていうのをここだけで完結する。ボックスの中から糸がこういう感じでねゴロゴロさせなくてもこれを見れば完結するっていうことで作りました。それが大きな理由ですね。あとはこれはその他の理由としてこれもあるんだよなってあるのが、私 YouTube をしているので今回はどこの糸を使ったんですかとか、あとはほら比較的どういう糸使いますかとか好きな糸はとか、この糸関連のご質問をいただいた時に糸何番だったっけみたいなことですね。これを糸をその番号をね探したりとか、これですっていうことでね言ったりとかするのがもう大変だったんですよ。それこそ例えば通販で買ったら通販の購入履歴とかを見たりとかして何番だとか思ったりとかすると、そういうことがあったので、これを見ればいいでしょと、もう振っておけばいいね。そうするとこれで何番の糸ですとかすぐ言えるなって思ったっていうのもありました。そういう理由でですねこういうふうに作ってみました。それがきっかけになります。で、ここからはこれを作るにあたって使用したものをねちょっと話していこうかなと思います。でこのファイル、これはダイソーさんで売ってます。ちょっとね200円だったかもしれないです。必ずしも100円ではないです。今回ダイソーさんの商品をいくつかお話しするんですけれども、200円かもしれないし300円かもしれないし、ちょっとその辺は私も忘れてしまって申し訳ないんですけれども、とにかく、まずダイソーのこのファイルで、ここのね色は私このライトグレーかな選んでるんですけど、例えばベージュとか白とか水色とか、とにかくね色は豊富でしたね。ここの色ですね。この色が豊富なのでお好きなね皆さん選び放題。ちょっと在庫があればですけど、色のバリエーションは豊富でしたね。そして中のリフィルですね。これはちょっともう開けちゃいますね。ごめんなさい音がするんですけども、ここの中のこれもダイソーさんです。多分同じね売り場とかにあるんじゃないかなと思うんですけれども、これは私はここのね1枚に1234566分割されているタイプのものでこの、見本帳は作りました。その他には先ほど見ていただいたこちらのミニ6のものは上下で2分割になってます。でここか横から入れるタイプですね。これね
どっちだったかな、セリアさんにも同じようなこの中のね売ってるんですよ。でこの横から入るタイプと上から入るタイプもあるんですよ。で私今回見本帳なのでこのサイズではないんですけれども、一応ちょっとさっき見ていただいたのでお話しさせていただくと、とにかくダイソーとセリアでこの横から入れるか上から入れるかでちょっと違ってたと思います。はい、これはちょっとおまけの話です。こういうのもあるし、あとさっきフレークシールとか入れてるのを見ていただいたこのファイルもダイソーの商品なんですけど、例えばこれは同じですね。1234566分割、あとね4分割っていうのもあるんです。これ12344分割のもあるので、はい、この辺もおまけの話ですそういう商品もあるので、何か他のなんか収納したいとか何か分類したいとかいう時はそういうのも使えます。で今回はこの1234566分割のこのファイルを使ってます。はい。でそれとあとはこのね売ってる時ってビニールでしか売ってないんですよ。で今ここに白い紙入ってると思うんですけど、これが情報カード、商品名情報カードかな。とにかくダイソーさんで100枚入りか100何十枚入りかで売ってるのが、私相当何年も前に買ったものを家族が持っていて、ずっとなんか文房具のボックスに入っていたものを、これ使わないでしょと思ってこれいいなと思ってもう取ってきて、使い切っちゃったのでもうちょっとパッケージなくて申し訳ないんですけれども、それをこのね縦はねもうそのままのサイズだったんですよ。測ってみると5.5センチで、横だけが合わなかったから横を6.5で私切ったんですよ。はい、ここだけだから本当はもうちょっとここね2センチぐらいあとプラスアルファ長い商品なんですけど、それを、縦は5.5はもともとの長さを生かし、この横の6.5にカットしてっていうんで作りました。でこれをカットする時が6.5にカットする時に使ったのがこれですね。これもダイソーさんので買ったものですね。もちろん測ってカッターでピーッと切れば、それはそれで OK なんですけど、何十枚もあるから大変だから、何センチってこれでねこうやって印つけて切るの大変だから、これだったら例えばですけど、これちょっと何でもないコピー用紙をただただ4分の1に切ってきただけなんですけど、ここで切るんですよ。結果ここで切ることになるから、ここからここの長さがここに振ってあるんですね。でここの 6.5 っていうのがもう振ってあるから、これをこう合わせて、でここで切られるから、ここからこのが 6.5 だから、ここのねメモリの 6.5 にこれ合わせるんですよ。合わせて、あとここがもう突っかかってるから、ここピタッとこっち側に合わせるとまっすぐなるわけですよ。これがね。でこの 6.5 に合わせて、はい、ここパターンとして、あとここピーッとすると、そうするとこう切れるんですよ。だからここの長さが 6.5 っていうことで切れますっていうのがあるので、これはちょっと別な紙なのでサイズ違いますけれども、もともとここがね 5.5 の情報カードをこうやって置いてピーッと切ると、今みたいな感じで特に定規で測って線を引いてっていうこともなく切れますっていうのをこれ使いました。はい、もう何枚もあったからね、これでひたすら切るっていうのをやったからもうなくなったってことですねはい。あとはここにちょっと頑張ってあれしましたよ貼りました。テプラで私のこの持っている年季の入った未だ現役の大事なテプラ、これをですね、もう多分これもう後継機種なんじゃないかな、これで売ってんのかな、わかんないです。これだ、年季の入った
えっと2000だから2003年ですよ。2003年7月4日に買ったらしいです、私これ。多分私が買ってるんだな。そう、あの当時私プーさんの買おうって思ったんですよね。プーさんのを買って、なんか家の中のラベルで整理しようみたいな気持ちがその2003年買った当時高まってたはずなんです。その記憶はあるんで、私がこれ買ったはずです。はい、それを未だにずっと使っている。頑張っております。これがね、本当もうとにかく動かなくなるまで私はこれを大事に使おうと思ってるんですけど、まあまあ余談でしたけど、今回は私はもうとにかくあのもちろん手書きだっていいんですよ。いいんだけれども、もう見やすいようにちょっとやろうと、気合を入れてやろうと思いまして、全部このテプラで打ってみました。で、私の場合はこのテプラこういうふうにね、どこのものか、そして糸の番号とかを振ってみました。で、透明背景に黒文字にしました。そして、6ミリですね。このラベルの高さ幅なんて言うんだろうここの6ミリです。6ミリのテープを使いまして打って作りました。だからこれ18番ねとか22番ねとか、そういうのがさっきのこの 6.5 に切ったこの台紙を入れてというかこう貼って入れて、で糸をこれは全部、1メートルですね。1メートルで切ってこういうふうにまとめました。まとめて、これもねどういうふうにやろうかなって悩んだんですよ。なんかね紙にこう点々点々ってそれこそねやったっていいわけですよ。でもね多分大変私それは大変とか、あと紙にもこう巻きつけるとか、そうですね、ちっちゃい台紙にこう、ちょっとだけ巻き巻きして入れるとか、でも、とにかく、どこまで全部その手間をかけられるかっていうバランスですかね。見やすさと手間をかけられるかっていうバランスを考えた時に、私は1メートルに切ってもうちょっとこういう感じでね結んでこうピュッと入れると、それで、ね、もうちょっと見たかったらこう広げてバーッと見れるというふうにもなりますし、っていうことでこういうふうにしてみました。はい。で、このお店ごと1ページっていう感じにしましたね。お店ごと1ページにして、だからこの1枚を見るとこのお店の糸ばっかりが載っていると。で、追加で購入したらここに増やしていくし、もっとね、増えたら、これリフィル入れればいいだけなので、で、順番ももちろん変えられますから、それこそ頑張ってやろうと思ったら、位置まで変えることできますからね。その辺をどこまでかけるかは人それぞれですけど、私はもうなんとなくとにかく順番で入れちゃいました。でこれ何気にいいなって思ったとこが、これそうですね、これじゃあこうやって1個だけ出してみますけど、これがこの 6.5 でさっき切った情報カード、縦はこのままの長さ、そして6ミリ幅のテープラで打って貼って、でこれあんまり上までしちゃうとここがねなんかちょっとつなぎ目になってるから見えにくいから、ちょっと気持ち5ミリ下ぐらいにして貼りました。で貼って、でこれをこう入れてあげて、で糸を入れてあげるんだけど、私あれを持ってるんですよ。ピンセット持ってるから。ね。これを持ってるから、ちょっとね、こういう感じでこう、ピンセット便利なんですよ。で、こうやって挟んで、もちろん指で入れたっていいんですよ。だけどなんかこういうのあるとこういう感じでできるからいいですよ。これ便利。で、なおかつ、これこうだから、かぶせてあげられるんですよね。ここにね。見えるかな、ここに屋根がついてるみたいな感じになるから、これをこうピッて出してあげてこうやってやると、ここがストッパーになるんですよ。ストッパーになるから、ここにねちょっとついてるから、だからこれがほら抜けちゃって出ちゃう、もし逆さになっちゃったりとかしても、ここからスッと出ることはなく、ここでちゃんとせき止めてくれるっていうのがねついてるから、これもいいなと思ったので
あとこれもなかなか便利ですよ。こうやって入れる時にこういう風にね、便利です。はい。まあだからこのピンセットも私使いましたね、入れる時に。はい。この辺りですかね、使ったのは。以上ですね。使用したものの話ということで。で、あとは使用したものじゃないけれども、ここにこういうのがついてるから、なんか好きなのこういう風につけてあげてもいいんじゃないですかっていうことの一例としてこれをつけてみました。はい。で、ここからは、以上が使用したものということで、ここからはじゃあ実際にね、パラパラしていきますということで、1枚目はさっきもね見ていただいた通り、これを改めてやることによって、私何種類持ってたんだっていうのがね、もうすぐ分かるって。ここでほら6種類で67899 9つ9種類の糸持ってたんだ私っていうのがすぐ分かるってことですね。でここからはまた別な、刺し子糸のメーカーさんの入れておりまして、これ糸のその表記によってね、太さとか表記されてるものは書いたり入れたりしてます。はい。であとここはカード巻きか枷巻きのものかっていうところで、こっちがカード巻きだったのでカード巻きの糸で番号と、これは糸の名前も書いてあったから、それもね入れてあげると親切かなと思ったので、こういうふうに入れてみました。でこれカード巻きだとこういう感じなんです。これなんですよね。でそのカード巻きのものはカード巻きでページを作って、ここまでですね。ここまであれだ、手ぶらで売ってたんだ。もしね追加で買ってもこっち側にねできるようにと思って、はい、今はここだけですね。カード巻きで持ってるのはここだけっていうことで、だからなくなったな、またこの糸欲しいなみたいなの思ったら、これで番号と名前とで見ればすぐ分かりやすいし、あとねお店に行ってなんか買おうかなと思った時に、ね、これをちょっと見ておいて把握しておけば、同じものを買わなくて別なものをね買いたかった時に違う糸を変えたりもしますしね。やっぱりなんか糸玉だけでわーっとあるとなかなかちょっとね分かりにくいんですよね。でこっちがね枷になってる方ですね。同じメーカーさんのものでもこっちは枷巻きになってる方で、枷だとこういうふうに売ってるね、こういうふうに売ってるんですよ。はい。で私は結構こっち側を買う人なんで、こっちの方が多分種類が多いですね。そうですね。こっち側もあるから。こっち側も。これとこことここが枷巻きゾーンですね。で、そう過ぎちゃったんですけど、ちなみに私が一番好きなのはいつもこれですね。これが好きっていうことで使ってます。はい、では次こっち枷巻き終わりで、ここからがまた違うメーカーさんの糸が来てますね。はい。改めて見てね。じゃあここか。私ここのメーカーさんもっと持ってたような気がしたんですけどね。もしかしてどっからかまた出てくるかもしれないかな。これね追加する時もやっぱりねさっきも言ったようにいいんですよね。こっちにあと追加すればいいからね。カード入れてこっちに入れてあげると別に順番とかねストレスなくできますからね。でここからがグリグラさんの糸か。はい。そうグリグラさんの糸で私がこれまとめてそうだったんだと思ったら、虹色工房さんの糸を私は一番持っているっていうことに気づきました。改めてこことここも埋まってるし、あとこれちょっと透けちゃってここねカード入れてないんで、だから情報カードに入れてないとこういう風な透明なものでね売り場では売っております。で虹色工房さんここまであるから、ここもあってここもあるからね一番多いんだなっていうのに分かります。あとこのねこちらの
そう、こちらの糸もね、改めてこういう風にやることで、糸に名前そうそうついてたよねみたいなこと改めてね実感したっていう感じですね。でこういう風に見ておくと、この糸とこの糸の組み合わせで作ろうかなとかっていうのもねちょっと思えたりするんですよね。はい、そんな感じですかね。今回はとにかくメーカーさんの糸をですね、番号が書いてあったりとか、あとメーカーさんの糸、個人の作家さんの糸はまた別にあるんですけど、それはまたちょっと追いつかなかったので、また別の機会にね作ろうかなとは思って、でその時もここに追加するか、あと多くなったら個人の作家さんの糸だったらほら別なファイルにするとかっていうのでもやってもいいかなと思ったりもして、その辺はちょっとおいおいね考えていこうかなと思ったりしています。はい。ということで今日はちょっと一回しまいますね。音がします。はい、こんな感じでですね。刺し子糸の見本帳を、なぜ作ったのかっていうきっかけとか、あとは使用したこれを作るにあたって使用したもの、そして実際にこうパラパラして見ていただいた動画を撮ってみました。はい。で、ここからは次回予告ですね。次回はね、もうちょっともう一つまた別な動画を挟もうかなと思います。今回は見本帳で、次回は私が刺し子をする時に記録している時に使っているノートとか手帳の話をしようかなと思って、でノートの話は何回か過去にも、あと手帳の話もね過去に投稿はしてるんですけれども、ノートはね変わらないです。ノートは変わらないからさっと触れるぐらいにしておきますけれども、手帳に関してはその時の時期でこっちのフォーマットがいいなとか変わるんですよ。なので前にねその紹介した動画残ってるので、あの時と違うじゃんってなっちゃうと思うんですけれども、その辺はその時のどれくらいね刺し子何についてやってるかとか、どのフォーマットが今気に入ってるかによって変わったりとかしますので、2025年か、はい、2025年7月現在でこういう手帳にこういう刺し子の記録をしてますっていう話をちょっと次回はしてみようかなと思っています。はい。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。